こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。今回は JR 九州の観光列車カンパチ16号に乗車してきました。前回の動画で車窓の風景や各停車駅でのおもてなしの様子を投稿しました。今回は座席、室内の様子や2号車、ラウンジをはじめ列車の設備などを中心にお送りします。博多駅12時19分発の九大本線経由別府駅のカンパチ号に乗車しました。車体は艶のある黒色を基調とした重厚で貫禄のある車両に仕上がっていました。車体の前面と側面に付けられたロゴマークは漢数字の8と6をモチーフとし、由布院の山と沿線の川をデザインしたものだそうです。蒸気機関車のような黒光りしたその車体は九大本線の沿線でもとても目立った存在でした。車両の一部に施されたゴールドの文字やデザインは目立ったアクセントとなっていました。カンパチ16号は2023年まで鹿児島本線肥薩線で使用されていた伊三郎新平号を改造し誕生しました。偶然にも両列車とも人名が列車名となっていました。私は伊三郎新平号には乗車したことはありませんが、資料を見る限り大幅な改造になっていることがわかります。外観はもちろんですが、内装についても全てにおいて大幅に改造されていました。車体側面には九大本線の路線をデザイン化した模様が描かれていました。車体の上下にあるラインはよく見ると九大本線の駅名をデザインとして描かれていました。各乗車口には段差があり、車内に入ったところにカンパチ16の専用マットが敷かれていました。ドアは改造前の元の車両のものをそのまま使用しており、こちらにも車両のロゴマークが入っていました。今回私たちが乗車したのは1号車ソファー席です。ソファー席は3人掛けの席が5席並んでいました。定員は3名ですが2名でも使用することができました。座席には固定された折りたたみ式のテーブルが3席分用意されています。食事をするときや飲み物を飲むときなど必要に応じてテーブルを広げ使用することができます。こちらのテーブルには大分産の杉を使用しているそうです。テーブルはまだ新しく杉の木の良い香りがしていました。ソファー席はとても座り心地が良く、列車の中とは思えないゆったりとした時間を過ごすことができます。コンセントは目立たないさりげない位置に設置されていました。天井にも杉板が使用されており、木の温かみを感じることのできる室内となっていました。照明には間接照明とスポット照明を組み合わせており、カジュアルで明るい雰囲気が演出されていました。窓枠の下の部分にも杉板が使用されており、木材の感触を随所で感じ、触れることのできる車内でした。カーテンは厚手のものが使用されており、どの位置でも細かく調整することができ、日の光を遮ることができます。列車の中とは思えない豪華なソファーが並んだ1号車の車内です。1号車、3号車の運転席後ろの部分には畳敷きの個室が備えられています。畳敷きの個室は定員は6名で4名以上から利用することができます。お子様連れの方やグループの方が個室間隔で利用することができます。1号車はソファー席を含め全ての席が火山や温泉を想起させる暖かい色合いの赤色が使用されています。
牽制に2カ所ある出入り口付近にはオールアートが設置されていました。またデッキ部分には大型の荷物収納スペースが用意されていました。食事がセットとなった旅行プランとして発売されているので、車内で食事が提供されます。曜日ごとに内容が異なり、今回利用した月曜日は和食が提供されていました。イタリアン、フレンチの曜日もあり、乗車するたびにまた違った食の楽しみがあります。どの曜日に乗車しても趣向を凝らした名店の素晴らしい味をいただくことができます。2号車には記念スタンプ用のスタンプ台が用意されており、乗車記念のスタンプを押すことができます。スタンプの用紙にはカンパチ16号がセットとなっており、2つ揃えるのはかなりハードルが高いと思いました。こちらは2号車にあるラウンジ次です。2号車には客室はなく、ラウンジのみの贅沢な車両となっています。2号車ビュッフェではソフトドリンクやアルコール類、デザート、オリジナルグッズなどを購入することができます。ラウンジ次には四季折々の本物の植物が置かれています。今回乗車した時にはマスみかんが置かれていました。天井には北の底切りを表現した装飾が取り付けられていました。北の底切りとは北地方で発生する霧のことで、周囲を山々に囲まれたこの地方に発生する盆地特有の霧のことを言うそうです。食事で使用されていた立派なお重、スープカップのセットが25,000円で販売されていました。大分、福岡などの由布高原線、沿線の飲み物などが販売されていました。席に備え付けのパンフレットにはビュッフェで販売されているメニューが載っています。また列車名の由来や車内設備の案内なども掲載されていました。中央に配置された樹齢約250年の杉の一枚板は落ち着きのある洗練された雰囲気を作っていました。カウンターでの支払い方法の案内にも杉板に手作りで記入されていました。この辺りのこだわりに感心します。福岡県産の梨のジュースとかぼすのジュースを買いました。どちらもさっぱりしており、飲みやすくてとても美味しかったです。カウンターの上には各停車駅を出発するごとに地元の特産品等が追加して置かれていました。停車駅で下車し、地元の雰囲気に触れた後、こちらに来るとさらに沿線の風土と触れ合った気になります。この角度から一枚板を見ると、その立派さと長さに圧倒されます。趣向を凝らしたラウンジカーをいくつか見てきましたが、これほど素晴らしいのは今まで見たことがありませんでした。大分、別府が近づく時間になり、暮れゆく日差しに照らされたラウンジがとても温かい雰囲気に見えました。そしてこちらは3号車です。1号車と雰囲気は違い、雄大な平野や山々を想起させる緑をモチーフにしています。3号車の座席は2名または4名の半個室型のボックス席が配置されていました。1号車と同じくデッキ部分にはおしゃれなウォールアートがありました。またこちらにも大型の荷物置きスペースがあり、大きな荷物を収納することができます。
間は高く設計されており、周りの席からのプライバシーが確保されていました。1号車と同じく、運転室後ろには畳式の個室が配置されていました。こちらの個室の座席配置は、1号車の個室とはまた違った座席配置でした。1号車、3号車でこれほどまで感じが違うのも、それぞれにこだわりがあり、どちらも体験し、乗車して乗り比べてみたいと思いました。江良駅出発の前のアテンダントさんのベルの合図がホームに鳴り響いていました。トイレは編成中、3号車に1カ所のみあります。車椅子の方も利用できる広く快適なトイレでした。レディーチェア、おむつ交換台もあり、小さなお子様連れの方も利用できるトイレでした。客室と同じく木材をふんだんに使用した木のぬくもりにあふれた落ち着いて使用することのできる空間でした。また列車の窓からは鹿児島本線、久大本線の雄大で素晴らしい風景を存分に味わうことができます。四季折々、季節ごとの移り変わる沿線の風景を見ながらそれぞれの時間を楽しむことができるとても素敵な列車でした。久大本線を進むにつれて車窓の風景は変化していき、目まぐるしく変わるその景色は全く飽きることはありませんでした。ここからは少しですが素晴らしかった沿線の風景、停車駅での様子をかいつまんでご覧いただきます。久留米駅到着の前には筑後川を渡ります。筑後川は福岡、熊本など4県をまたぎ流れる九州最大の河川です。筑後川を渡り久留米に運転停車した後、列車は久大本線、由布高原線を大分に向けて走ります。列車は最初のおもてなし停車駅田主丸駅に到着します。田主丸駅は近で伝わるカッパ伝説をもとに誕生したカッパの形をしたユニークな駅舎が有名です。途中の停車駅田主丸駅と江良駅の停車時間中には沿線の皆さんによる地元特産品の販売のおもてなしがありました。列車の出発時間が近づくとアテンダントさんがベルを鳴らして知らせてくれるのですが、放牧の羊を追っているようで少しおかしかったです。車体側面には今では珍しくなった行き先の祖母が表示されていました。続いて夜明け駅通過前に夜明けダムの横を通過します。夜明けダムは筑後川の上流に建設されたダムで、両岸に国道が走り、近くには大分自動車道、そして JR 久大本線が走っています。夜明け駅を過ぎた久大本線はさらに山あいの景色を望みながら軽快に進んでいました。さらに先に進むと列車からも間近に見える沿線のハイライトの一つ、地音の滝のすぐ横を通過しました。ゆっくりと滝が見れるよう列車は徐行運転で滝の横を通過しました。さらにその先ではその形が切り株のような特徴的な形の山、切り株山が見えていました。豊後森駅出発の直後には今は廃止となっており、国の登録有形文化財に登録されている豊後森機関庫の横を通過します。豊後森機関庫は最盛期には蒸気機関車21台が所属する大規模な扇形機関庫だったそうです。今は当時の面影をわずかに残していますが、かなり損傷が激しく廃墟感すら漂っていました。久大本線は由布高原線という愛称名として、続いて停車した江良駅では地元の酒造業者八鹿酒造の試飲や販売が行われていました。八鹿酒造はカンパチ16号の列車名ともなった阿蘇カンパチが再興した酒造業者です。ホームには
この八鹿酒造の酒樽が置かれていました。江良駅の駅舎は駅前にある八鹿酒造にちなみ、造り酒屋の雰囲気が存分にありました。また、駅舎内には麻生勘八の業績や資料を展示した資料館が併設されていました。美しく光る黒光りした車体には沿線の美しい緑や風景が見事に映っていました。やがて列車は今や九州を代表する観光地湯布院へと近づいていました。湯布院駅もこの列車の列車名となった江藤一六の働きかけにより、当初経由しない予定だった九大本線の計画ルートを現在の湯布院を経由するルートに変更しました。湯布院、大分と停車したカンパチ号は終着駅別府へと近づいていました。大分別府間では車窓に美しい別府湾の景色を望みながら終点別府へと向かいます。この美しい別府湾の景色を眺める頃には、長かったカンパチ号の旅も間もなく終わりを告げる頃でした。ここから先は道中に出会った九大本線の特急観光列車との行き違いを編集しました。まずは田主丸駅ですれ違った特急湯布院の森2号湯布院発博多行きです。続いて豊後森駅では別府発博多行き特急湯布4号とすれ違いました。続いて豊後中村駅で観光列車ある列車とすれ違います。さらに湯布院駅では停車中に別府発博多行き特急湯布院の森4号とすれ違いました。このように九大本線では多数の特急観光列車とすれ違いますが、沿線に魅力豊かな観光地の多い路線なので個性豊かな列車が数多く走っているのもまた事実でした。列車は間もなく終点の別府に到着します。今回乗車したカンパチ16号のソファーシートは今まで乗車した観光列車の中でもかなりゆっくりとくつろげる列車に仕上げられていました。座席数が少ないので申し込みにはかなり購入が難しい状態でした。またアテンダントさんが1両に1人以上いておられ、きめ細やかなサービスを提供されていました。車両の設備はもちろん素晴らしいとは思いますが、それを支える乗務員、アテンダントさん、沿線のおもてなしの方々のきめ細やかなサービス、おもてなしのおかげで素晴らしいツアーとなっていました。 JR 九州の観光列車といえば水戸岡英二さんが有名ですが、今回は水戸岡さんではなく鹿児島県に本社を置く会社がデザインを行っていました。豪華絢爛としたイメージは少し薄れていましたが、落ち着いた雰囲気の素晴らしい列車に仕上がっていると思いました。今回の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。九大本線岐阜高原線を駆け抜ける観光列車カンパチ16号乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。